今回はですね、渓流に差し込む光の表現をしてみたいと思います。ポイントはですね、二顔を使った光の表現、光に輝く渓流の表現ということになります。頑張りましょう。両サイドの渓流の岩場を描いていきます。新聞紙を揉んで、そこに銅細工、そして墨濃淡をつけてスタンピングをします。岩を描くときの一つのきっかけになりますね。スタンピングの跡を利用して岩場の表現をしていきます。両サイドの樹木を描いていきましょう。葉っぱは光に照らされて光っている状態も表現したいと思いますので、銅細工を水代わりに使って木の葉の方を表現していきます。
シドの樹液を水代わりに調木した筆で幹を描いていきます。茂みの背景に墨を入れていってます。渓流の露出した岩の表現です。水の方向が大切です。いろいろな方向に流れが向くような表現を心がけてください。筆先は少し割った状態ですね。で、かするように書きましょう。
渓流の中心付近は光が当たって明るいので、白場を多く残すように描きます。刷毛で光の表現をしていきます。煮皮を5倍に薄めて水代わりに使います。実際に抜けるかどうか別の紙で実験しています。抜けるようですね。背景を煮皮の入った淡木でぼかします。光の表現ですね。刷毛を割って不規則な光の筋を入れていきます。少し光の線が曲がっていますので、それを水で修正していきます。定規を使ってまっすぐな線をちょっと修正してます。はい、完成ですね。はい、最初にですね、両サイドの岩の表現です。新聞紙に動作液と墨を混ぜて、それをスタンピングしました。岩を描く時のきっかけになります。それから光っている岩の
明るい部分の表現になろうかなと思います。そして渓流の中に顔を出している岩の表現を墨で描いています。次に上部の樹木の表現ですね。墨濃淡に気をつけて筆勢とリズムを大切に幹を描いていきます。そして銅細工を含ませた濃淡のある樹木の樹葉を描いておきます。そうすると光に照らされて明るい木の葉っぱの表現になろうかなと思います。次に渓流ですね。渓流に墨を入れました。紙面を濡らしておいて渓流の落差ですね。流れの方向がわかるように描いていきます。できるだけ光の当たった明るいところは残すように描きます。次に上部の茂みのところに墨を入れていきます。両サイドですね。そこで一旦乾かして今度は紙面を濡らしますね。それから三河を含ませた淡墨で光の表現をしていきます。その時に大事なのは角度が大切ですので、そこを気をつけて描きましょう。どうしても光ですからまっすぐに描かなきゃいけないんですけれど、どうしても曲がる感じがあると思います。その時は水をつけた筆でそのある程度の修正はきますね。途中で私も定規を使ってその部分をまっすぐに修正していましたが、一つの方法ではないかなと思います。規則なこの間合いですね。これが大事になってきますので頑張ってみましょう。渓流の方にも少し光が反映している要素も考えて表現してみました。以上ですね。頑張ってください。